バーケンです。遠方に相続した土地の石を片付けています。年末で仕事が忙しく、細かな編集ができそうにないです。今回は2倍速で再生しながら若干トークも入れた内容になります。画面右の奥の方、道路を挟んだ敷地で妻がゴミを拾っています。誰か来ました。私の土地にです。挨拶に来ません。繰り返し言います。手前と道路の向こうは私の土地です。この日初めて起動する発電機、およそ1ヶ月ぶりです。動くかな？向かいの土地でコンコン言い出したので話を聞きに行きます。私の土地ですから向こうがこっちに来るべきなんです。あの場所、私の土地と言いましたが、実は少し違うのです。父が土で埋めて領土を拡大したんです。あのコンコン叩いている場所は公道で、あの方たちは正式な許可をもらって看板を立てているのです。実は看板をここに立てる話は聞いていました。偶然にも私が作業する日と同じ日だったので、看板を設置する人がどんな人か分かってラッキーでした。まだまだ石がたくさんあります。自宅から 400km 離れた場所でこんな作業をして日帰りで帰ります。今映っている静止画像、赤線の左側は公道ですが、父が勝手に盛り土して領土を拡大、まるで自分の土地のようにしています。父は以前に住んでいた石川県でも同じように登記を無視して自分の領土を拡大していました。子供の頃に私はそれを見ていたので、今領土拡大を聞いても全然驚かないのです。この点において父はひどい人です。このままにしておいていいはずはなく、いつか土砂の撤去が必要になると思います。ワンちゃんが座っています。このワンちゃんは大変おとなしいです。買うと高いのですがもらい物です。このワンちゃん出演のショート動画もよかったらご覧ください。この土地の土砂について新情報。父は土建屋さんにいらない土があったらこの土地に置いてもいいよと言って土を集めていたようです。土はタダでもらったと思われますが、タダでもらったものが私を苦しめることになるとは父も思いもしなかったでしょう。人は言います。あんたのお父さん捨てる代わりにお金か何かをもらっていたのではないか。私は父はそんなずるいことはしないと信じたいですが、真相はわかりません。いろいろダメなところはありましたが、人としてずるい人ではなかったなと私は思いたいです。
薄い石の板、御影石って言うんですが、時間をかければ割ることも運ぶこともできるのは分かっています。問題は時間です。でももっと問題なのはこの大きな灯籠。この動画の中ではなく実生活でたまたま神社で見かけた灯籠。この灯籠よりはるかに小さいです。この灯籠が無駄に大きいのです。なんとか破壊できないか、次回以降の宿題です。相続の記録なので退屈に見えますが映像を続けます。ワンちゃんは相変わらず静かにしていますし、向かいの看板設営が進んでいます。私は時間を忘れて石割り作業に没頭。父のおかげでこんな経験ができています。実は辛いと思ったことはないのです。
この石が重たくて諦めたところで今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。